リコチタニック。こんにちは、リコチーです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画は母の多肉のご紹介パート2。グリーンテラス葉山さんのセットを購入していたのでまた見せてもらいました。なんとドラゴンシリーズ多肉が3種類も入ったセット、素敵だったので見てください。おすすめ多肉セレクトセット、大きめ多肉7個セットです。セット内容、アローンスター、ブルードラゴン、スカイワールド、ノマド、レッドローズ、ピンクドラゴン、グリーンドラゴン。冬だからとっても綺麗な色に染まっています。かわいい子ばっかり。こんなに大きな苗、久しぶりに見たっているくらい。しっかりしたサイズ感。葉ざしもたくさんできそうですね。いつもつい取りすぎちゃってものすごく小さくなっちゃうから、これだけ葉数があれば心配ないですね。では一つずつ紹介していきます。アローンスター、パッと見て凄さがわかる美しいロゼットです。幾重にも折り重なる様が綺麗すぎてなんだか違う植物みたい。発根はまだのようです。枯れ葉は後で取った方がいいですね。青みがかった葉に控えめなピンクの爪。優しい色のグラデーションです。幅広の葉も可愛らしさを引き立てます。ベタベタ触って剥げちゃっていますが、ブルームがたっぷりついています。この季節にぴったりな雰囲気のエケベリアです。ノマド、ちょっと小ぶりな韓国苗。輸送するときに爪が折れちゃうんですよね。真っ赤なかっこいい爪なのにもったいない。まあしばらくすれば新しい葉っぱに生え変わって長くて赤いかっこいい爪になるので楽しみに待ちます。葉っぱは薄いグリーンから薄いサーモンピンクの柔らかいグラデーション。真っ赤な爪も相まっていちごミルクみたい。かわいい。よく見るとうっすらファセットラインも見られます。ピンクドラゴン。今回のセットの私的大目玉多肉、名付けてドラゴン3兄弟の一つ、ピンクドラゴン。すごいかっこいいです。ドラゴンの鱗のような薄くて硬い葉っぱです。長い葉っぱがくるっと丸くなって真ん中に集まっている姿は独特です。中にドラゴンの秘宝でも隠されているような感じ。キュッと閉じていてかっこいいです。ドラゴンフルーツにもちょっと似ています。見た目のかっこよさとは裏腹に可愛いピンク色をしています。夏顔が全然想像できないや。ちなみにドラゴンシリーズは今回の3種以外にもホワイトドラゴン、パープルドラゴン、レッドドラゴンなど
まだまだ種類があります。集めてみるのも楽しいですね。ブルードラゴン。この子もかっこいいですよ。私も持っています。お気に入りの子です。真ん中の方を見てもらうとわかるんですが、爪がすごく魅力的なんです。血のような赤色で太く大きいんです。今は全体に染まっていてちょっとわかりにくいですが、紅葉が冷めるとより爪がくっきりします。ね、かっこいいでしょ。めちゃめちゃマッチョな桃太郎って感じです。肉厚でいいですよね。後輩親にしたら可愛い子が生まれそうです。桃太郎好きにはおすすめの多肉です。グリーンドラゴン。形はピンクドラゴンに似ていますね。でも少しグリーンドラゴンの方が優しい気がします。パープル系のグラデーションがセクシーです。この子もまだ発根していませんな。上から見ると分かりやすいですが、葉っぱの両サイドがくるっとカールしていてかわいい。エッジも薄く繊細でピンク色に染まっています。お粉もまとっているのでプラムみたいですね。スカイワールド。幅広の葉が幾重にも折り重なっていてロゼットが綺麗です。名前通り爽やかな印象のエケベリアです。葉先が三角形でコリナに似ていますね。甘い雰囲気とシュッとした雰囲気が混ざり合い、とても上品です。色はブルーグリーンですね。葉の縁のピンク色も可愛いです。お粉たっぷりでグラデーションが綺麗に映ります。よく見ると爪もしっかりありますね。薄いピンクの長い爪です。今後が楽しみです。レッドローズ。ちょっとこの子は独特です。まず色がすごく赤黒い。あ、でも一応葉っぱの付け根は緑色なんですね。質感もかなり変わっています。なんだろう、ゴムみたいな。うまく伝えられなくてすみません。お粉もほとんどなくてグミを触っているみたい。とにかく葉っぱが分厚くて葉数は少なめ。撮影後に葉っぱを何枚か外してみたのですが、全部失敗しちゃいました。増やすのが難しそうな品種ですね。発色が良い子は寄せ植えで生えるから重宝するのに残念です。増えたらもちろん分けてもらう気満々。親子で多肉好きだとシェアできるから最高です。それぞれの家で増やしておけば、もし枯れちゃってもまた分けることができます。まあ時間はかかっちゃうんですけどね。よくよく見ると縁取りがシャープで蛍光の赤っぽい色です。輝いて見えます。花芽も上がってきています。どんな花が咲くのかな。